よし、あとはこの段ボール運べば終わりか。なんだこの箱、割れ物注意。ようわ、びっくりした。ってお前何してんだよ。なんで引っ越しの荷物に混ざってんだよ。梱包されました。誰に？自分で。お前かよ。自発的に段ボール入ったの？何のために？だって今日から離れ離れになるじゃん。お前は都会の企業に就職、俺は地元の知り合いがやってる花屋に。もう一緒の布団で寝たりドライブ行ったりできないじゃん。だからって宅配便になるなよ。せめて助手席に。行ったら乗せてくれないと思って。当たり前だ。でも約束しただろ。連絡は取るし、落ち着いたらまたどこかに遊びに行こうって。そんなこと言ってお前は絶対に仕事を優先する。確かに今までと同じ頻度とはいかないけど、毎日会社の先輩や同僚と飲みに行って、週末はゴルフに明け暮れて、俺とはいつの間にか音信不通になって、結局最後はいないものとして扱われるんだ。それはないって。ちゃんと連絡するし、遊びにも。そう言って大学時代、レポートや卒論があるからって何度アパートから追い出されたことか。それはそうでもしないと卒業さえ危うかったから。ああ、未来の俺が泣いてるのが見える。段ボールの中でポツンと保存食と一緒に。何が保存だ。備蓄しねえよそんなもん。それくらい放置される未来が見える。ないない、そんなことはしない。じゃあルールを決めよう。連絡やデートの頻度をあらかじめ決めておくってこと。なんだよそれ。ほら、どんなに忙しくなっても週に一度は電話する。1ヶ月に一度は食事に行く。他には？じゃあメールは記録から12時間以内に返信する。これでいいか？遅くね？遅くない。どんなに遅れても12時間以内って話だから。じゃあ返信ない時家まで様子見に行っていいか？何時間かかると思ってるんだ。大丈夫、電車もあるし飛行機もあるし、なんだったら段ボールに詰めてトラックの後ろでも。もういいよその輸送スタイル。だってそのくらいしないとお前の意識は俺から仕事にすぐ流れる。だって社会人だし、働かないと生きていけないし。じゃあ俺は？は？愛で生きてるんですけど。最近俺が寂しいって言っても後でなって言うし、3時間おきに言われたら誰だってそう返すって。遊びに誘ってもまた今度って言うし。引っ越す上に仕事が始まるんだからまた今度って言うしかないだろ。ああ、こんなことならお前の甘い言葉になびくんじゃなかった。寮でも学食でもしつこく口説いてくるお前に、この人本気で俺のこと好きかもなんてときめくんじゃなかった。3年後ティッシュのようにあっけなく捨てられるなら。だから電話もメールもするって言ってるだろう。長期休みはなるべくそっちに帰るようにするし。信じられない。じゃあどうすりゃいいんだよ。手紙。だから手紙を書いて。恋文。なんでそんなもん。直筆の字からお前のぬくもりを感じたいんだ。だったら手袋でも送ってやる。感情の話をしてるんだよ。何が感情だ。そんなもん送れるか。送れる。書くという行為の方が相手に集中して向き合える。つまり俺は俺のために言葉を選んでくれるその過程が欲しいんだ。メールも悪くないけど手紙の方がより伝わるだろうから。確かに理屈はわからないでもない。だが断る。なんで？もし書いて送ったらお前絶対捨てないだろ。捨てないよ。それで断るごとにその手紙を読み上げるんだ。10年後20年後、さらにはもっと年老いてまで。違うか？そんなに長く一緒にいようと思ってくれてるなんて。そこじゃない。とにかく誰が書くか。じゃあ俺のことはその程度の存在だったってことにしておくよ。帰りは冷凍シールでも貼って身も心も氷漬けになりながら帰るとするか。おい、たとえ俺が投資しても決してお前のせいじゃないからな。俺たちの関係が冷え切ったせいでもないからね。俺が勝手にやったことだから。わかったよわかった。手紙でも何でも書いてやる。その代わり1年に2回だけ。それ以上は恥ずかしい。よし、決まりだな。手紙待ってる。筆ペンとか買わなきゃな。風浪とかもいいよね。貴族かよ。手紙はそれでいいけど誕生日プレゼントは嫌だよ。遅れてもいいからちゃんと直接会って渡し合おうってこと。ああ、そりゃもちろん。まあ配達人がお前か
もしくは段ボールの中にお前が入ってるって言うなら話は別だけど。直接お渡しいたします。それでいい。あ、じゃあ今から一緒に封筒買いに行く？は？ついでに今度俺が泊まる時のために枕と歯磨きセットも。もういいよ。頼むから今日は帰ってくれ。冗談だって。今日は忙しいもんな。じゃあまた。そうだ。来週末またこっち来るって話したっけ？何それ、聞いてねえけど。来週こっちで大学の頃の先輩に会う予定なんだ。は？同じサークルだった田中先輩覚えてる？こっちで就職したけど肌に合わないから地元に帰る予定なんだって。それで引っ越し作業を手伝うって話になって。俺もこっちを一日観光したいって言ったら引っ越し作業を手伝った後いろいろ観光案内してくれるって話になって。それで映画見て神社回ってカフェでお茶を。ちょっと待て。は？いや、何そのデートみたいなスケジュール。デートじゃないよ。ただ引っ越し作業を手伝うからそのお礼にって。交通費も向こう持ちだし。なんで何時間もかかるところをわざわざ行く必要がある？それは俺がこっちを観光したかったのと、あとは転職先を紹介したから。俺がこの春から働くお店かなり人が足りてないから先輩も一緒にどうかなって。は？引っ越し手伝いながらだったらその間にいろいろ話もできるしちょうどいいだろう。観光もできるし一石二鳥。そんなの今から俺が。今日引っ越してきたばかりのお前がどう案内するって言うんだよ。地下鉄乗り換えるだけで一日終わるだろそうだけど。う。わかった。来週鬱陶しい俺はお前に構わないからお前はお前で新しい土地でのびのび生活して早くなれるよう頑張って。でも。わかった。わかった。なあ、確認なんだけど。ん？電話は週に1回だったよな。うん。デートは1ヶ月に1回だけ。うん。手紙は1年に2回。うん。っていうかお前がそう言ったんだろ？そうだったな。なんだよ。別に何でも。何でもない。何か不満か？何でもないって言ってるだろう。ということで俺は帰るよ。俺も行く。ああ、いや、駅まで距離あるし。先輩の引っ越しの手伝いだよ。は？俺も手伝う。あと観光も。お前来週末は忙しいって。大丈夫。手続きとか準備とかいろいろあったけど大丈夫。大丈夫じゃないでしょそれ。全然大丈夫じゃないでしょ。いや大丈夫。それに久しぶりに田中さんにも会いたいし。お前田中さんとほとんど面識ないだろ。だからお前の同僚になるならこれからのために仲良くなっておいた方がいいだろ。そうかな。まあそうかも。ああでも月1回のデートもこれで消化できるしお前としては一石二鳥だよね。先輩もいるのにそんなのデートのうちに入るか。デートはまた違う日にする。は？お前忙しいって。大丈夫。なんとか時間作るから。そんな義務みたいにやらなくても。それに新生活で忙しいだろうし。何言ってんだよバカ。決めたことは 100% 守らなきゃダメだろ。ってことだ。来週来るとき必ず連絡しろよ。じゃなかったら二度と口を聞かないからな。わかったよ。急に変なの。もしかして嫉妬した？してない。俺が先輩と一日いるからって嫉妬した？してないって言ってんだろ。少しは素直になれよ。あんまりツンケンしてるとこうしてお前のところに飛んでくることもなくなるぞ。それはダメ。まさかこんなに早く終わるとは思わなかった。お昼過ぎるかと思ったら午前中に終わっちゃうなんて。意外と荷物少なかったんで。そんなことない。
狭山の力が大きいよ。手伝ってくれてありがとう。好きなものどんどん食べて。ああ、そうだ。君も好きなもの頼んでいいから。いいです。そんなこと言わないでよ。狭山の友達は僕の友達みたいなものなんだから。必要ないです。自分の分は自分で払いますから。すいません。普段はもっと愛想いいやつなんですけど、今日はなんか体調悪いみたいで。そうだったの。ごめんね。体調悪いのに荷物まとめるのを手伝ってもらっちゃって。いえ、めちゃくちゃ元気です。それより、向こうに帰ったらよろしくお願いします、先輩。ああ、いや、君が就職先を紹介してくれたんだから、これからは君が先輩だろ。え？これからお世話になります、先輩。ちょっとやめてくださいよ。何？別に。ってことで先輩、地元に戻ったらまた連絡してください。制服とかいろいろ渡すので。ありがとう。頼りにしてるよ。で、先輩、頼みがあるんですけど。え？申し訳ないんですけど、これから観光するって予定だったの、やめてもいいですか？こいつとは当分会えなくなるので、今日くらい遊んでおきたいなと。え？ああ、それなら3人で一緒に遊べばいいじゃない。君はこっち来てまだ経ってないんだろ？なら僕の方がいろいろ知ってるし、美味しい店とか面白い場所とか。いや、何？僕がいると邪魔？そんなことは。それなら行こう。ぜひとも君たちに見せたいおすすめの観光スポットがあったんだ。最近できた施設でね、ここから近くに。なんだよ君たち、ノリ悪いな。なんちゃってね、分かってるよ。君があれだね、大学時代毎日寮に押しかけて狭山をしつこく口説いていた後輩くん。え？どれだけ追い返されてもへこたれず、ついには半ば強引に恋人になって、そのくせ付き合ってちょっとしたら忙しいとかまた今度とか理由を並べて、メッセージの返信もデートの頻度も気まぐれな恋人、町村くん。はあ？ごめん。先輩に悩みを相談したことがあって、ほら、先輩とはサークルが同じだから。サークル帰りに寮に帰りたくなさそうだったからなんでって聞いたら、変な男が毎日部屋に押しかけてくるって。告白を何度断っても扉の前で待ち構えてるって。安心しなよ、他の人には言ってないから。だけどまあ、今の今まで続いていたとは。いいよ、今日は君に譲ろう。その代わり、遠距離なのをいいことに、これから一度でもこの子を泣かせたら、その時はどうなるかわからないよ。言われなくても